どうも、こんにちは。デミコです。いや今日もね、やっと、日が差してきた。今日はね、雲が多くて、今日もだね、雲が多くてなんか曇ったり、雨降ったり、晴れ間が出たり、なんちゅう感じで、さっきまでドヨーンとね、もう暗かったんですよ。でもようやくね、日が差してきたんで、ちょっと撮ろうかなと思いまして、ね、日が差したところで撮った方が見やすいから、ね、色もほら、なんかちょっと天気悪いとさ、私の手はちょっとほら、色黒なもんですから、ちょっと色が濃いめになるわけですよ。ちょっと暗いと。一生懸命ね、明るくしてんの、実は。ね。動画を、作成するときにね、ちょっと明るくね、色調変えてるんですよ。じゃないと私の手がね、真っ黒になっちゃうんですよ。まあ、それどうでもいいね。すいません。どうでもいいっすね。はい。じゃあ、今日のやつはやってみますよ。今日5日目っていうことなんで、今日はね、これなんでございますよね。これなんでございます。はい。当然やってあるわけです。はい。で、元はどんなだったかちょっとですね、チラッと。はい。元はこんなでした。あら随分違う。はい。元はこう全部白抜けなんですね、中がね。なんだけど、これをスクエアでやろうと思うとね、はい、こうなるわけでございますよ。はい。ここしょうがないね。これこう出るのしょうがないのに。こっちないけどね。これ全部かぶれるからね。かぶせるからね。はい、でもこっちだとね、こうなるんですよ。なんか違うよね。まあでもこれはこれでいいと思うけどね。これはいかにもなんかこう十字架っぽいじゃないですか。なんか、なんとか正教みたいなね。ギリシャ正教とかね。なんかそういう感じのなんか、雰囲気があるけど、なんかこれこうなるとなんかちょっとあれみたいだよね。まあこれ4つだけど、まあ雪の結晶的にみたいな、なんかちょっと見た目が変わってくるな。まあそれはいいとして。はい。まあそんな感じで今日はね、これをやっていこうと思いますよ。はい。ということで今日は5日目。はい。では、5日目の、スクエアをね、スクエア違う、なんだ、モチーフか。ね、モチーフをね、やっていこうと思います。で、今日はこちらの色でございますから。はい。また今日はね、482番ですよね。これでやっていく。で、中心部分はこんな短いのがあるんで、ちょっと短いのでやっていこうかなと思ったけど、これ本当にこっちの絵かな。こっちの糸かな。ちょっと待ってね。どっち、こっちだな。いいんだな。この糸ですね。はい。じゃあこれを使ってね、ちょっとやっていこうと思いますよ。で、つなげるところはどこだい？こっちか。いきなり色変わるんか。まあいいか。はい。じゃあこれでやっていこうと思います。はい。一重にしますね。はい。で、作り目は、細編み4目の、四角い作り目。なんかほら和の作り目とかいうのとさこう比べるとそんな感じなんだけどね。はい、そういうふうに言うのかどうか知りませんが、はい。じゃあ一つこうやってね立ち上げるっていうかね、止めて細編みを一つ編みます。はい。で角っこ2つ鎖編みをします。鎖編みって私出てこないんだよね。なんでだろうね。まあいいや。はい。細編みをまた一つ2つ目ですね。で鎖編み3つ目。はい、鎖編み4つ目。はい。ちょうどいいんじゃないのこれ。ね。ちょうどいいんじゃないかな。はい。4つ目。なんか、割れとる糸が。ちょっと待って。はい。割れてんじゃねえな。これ端っこだわね。これちょっと引っ張るところちょっと引っ張りますわね。あんまりないが。4つ目。次4つ目。はい。4つ目。で、角。で、まあ長さ的にちょうどいいので、まあ今回は、閉じるつもりなかったんですけど、長さ的にちょうどいいので閉じてしまいます。はい。はい。今まで、1から4まで見てくださった人はわかると思うんですけど、ものによってはね、閉じたり閉じなかったり、まあでもね、統一してね、分かりやすいようにやるんだったら全部閉じちゃっていいと思います。その方が、中心部分が今回はこうやってつなげてどんどん進めていくんで、そこまで気にしなくていいんですけど、独立したね、この真ん中のここの四角だけで独立する場合には、閉じた方が見た目が綺麗になるからっていうことで、閉じるのをおすすめしてるんですが、まあ今回ちょうどね糸が切れるんでね閉じていこうと思います。これ近くにあるとねこっちにねピントが合っちゃうと見づらいんでね。はい。でこれね適当に止めていきますよ。はい。糸処理を適当にここをぐる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 巻くようにして。今日私ね寒くてですねなんかねもう寒いんですよ。もう寒い。何度今日何度パッと出てこないね。気温がわかんないんだけど20度はねもう確実にないんですけど、
まあ後でちょっとそうだな、後半最後でおしゃべりしようかな今日ちょっとな。喋ることがいくらか、いろいろありますんでね。まあちょっとこうやって糸が短くなってきたらね、皆さんこれ私は自然にやってましたけど、なんか短い糸を通すコツなんつって、なんかわざわざこれがなんか動画に上がってるのを見た時、何と思って普通にやってるけどなこれと思って、ちょっとなんかで見つけてびっくりしました。短い糸を通すコツってなんだろうと思って見たら、なんだいつも私がやってることかなんつってね、そんな動画もあって、と思って。と思って、意外とみんな知らない人っているんだろうかでちょっと不思議になりましたが、別に人様の動画うんぬんかの言ってるわけじゃないんですよ。そういうのも動画にしてもいいのかっていうね、なんかちょっと驚いたんですけど、いつもやってたよ私これ。短いやつは先に針を刺すって、私いつもどっちかっていうといつもそうじゃないですか。私針を先に刺しといて糸通すタイプなんで、短い時はそうするのが一番ですよ。なんて言ったって最後のねなんだ縫い物した時の最後の玉留めもね、なんならあれですから、糸が足りない時はそうしますからね、こうやってこうやって巻くじゃないですか。糸足りない時はもうこう押さえといて、こう止めといて、で後からこうやって巻きこうやってやってね、こうやってこれ通すわけですよ後からでピュッてやるっていうね。昔からやってるよなんて思ったんですけど、まあどうでもいいですね。はい、すいません。はい、すいません。でちょんちょんと切って、はい、ちょんちょん切って、はい。でこれでね、四角いのが真ん中できましたよ。はい、はい、できました。じゃあ白いの持ってきて、はい、白も短い。まあいいやね、無駄にしないように使っていきたいと思います。はい。でそうしましたらですね、はい、止めたところ、ここ細編みございますね。細編みの上のところですね、ここを向こう側半目向こう側だけを拾って、こっちの筋を残すように拾っていきます。はい、再度言わせていただきます。モザイク編みというのは細編みといった場合には全て筋編みでございます。はい、特別な場合、つまり、特別な場合って言ったらね、平編みする時の一番端の目を除いて、モザイク編みをする時は細編みは全て筋編みでやります。はい、なぜ筋にするのか、この筋がね、こう見ていただくと長編みで引っ掛けてるんですけど、こう引っ掛ける時にこの筋が必要なんでございます。はい、そういうわけで、細編みといったら必ず筋編みでございます。はい、ではこれを置いていきますね。はい、向こう側の半目ね、筋編みするように取って引っ掛けて抜く、ね、こいつはちょっと止めながらいくんで、こう引っ張ってきて、はい、でこれで止めますね。はい、止めました。止めたらこの目は放置、はい、放置します。はい、放置。後で最後に目を入れるので、とりあえず最初は放置します。隣の目に針を入れて細編みをしますね。細編みですから筋編みのように針を入れるんですよ。はい、糸割れないようにね、特にこの端っこ。はい、でそれでちょっと待ってよ。ちゃんと取ってる？大丈夫ですね。はい、すいません。はい。で、細編みをして、角2つ。はい。鎖編み。で、そしたらこっち側の辺に行きます。この段は、ただひたすら細編みを編んでいくだけです。なので、端っこ前段の鎖編みのところを半目向こう拾って、端っこはね、で、真ん中は普通にここ、下細編みですから、この前段が細編みですから、普通に筋編みをしてね、細編み筋編み、はい、で端っこ細編みを3つ目入れます。はい、で角2つ、ここも一緒ですね。こんな感じで全部細編みをしていきますよ、この段はね。まあすぐ終わりますから、ここは早送りはしませんけれども、はい、こんな感じで、はいでこうやって1周していきますね。もうそろそろいいねこれね。足りっかいな、1周分白がギリチョンだな、足りっかな、ギリギリだな。はい、角でここですね。はい、まず1つ細編みします。で1つ細編みしたら、ここはさっき立ち上がったところです。立ち上がったところをどうするかって、最後目入れるっつったんですけど、この白いのが出てる根元ですね、この目のところ、ここの目のところにこうやって入れますね。まずね、でピュッと覗くと、あんまり見えないなこれは。はい、こうやって覗くと、ここの白が出てきてる根元、ここに入れますね、こうぐさっと。はい、で引き抜いて、ここに最後に細編みを入れます。はい、細編みを入れました。はい、
でこれでちょっと置いときますわ。ね。置いときますわっていうか、これこのままで次はもう新しいの入れとくんでね。はい。で、そしたら次、こっちの糸入れていきますね。はい。こっち足りっかいな。まあ足りなかったら買いに行けばいいんですけど、すぐ買いに行けるから。はい。じゃあ次3段目いきます。3段目、隣の目に針を入れます。針を入れて、糸を引き出します。で、止めますね。はい。止めて立ち上がる。はい。で、立ち上がったんですけど、さっきと同じです。立ち上がったこの目、後で最後に目を入れるので、すぐ隣の目に針を入れます。はい。で、そしたら、巻き込んでいくのをちょっと持っていきながら、細編みを一つしますね。細編みを一つしたら、2つ角っこ鎖編み。はい。で、この段どうするかですね。はい。まず最初、細編みを一つ入れます。細編みを一つ。そしたら次は、長編みをします。長編み。一回引っ掛けて、前々段、同じ糸ですね。はい。前々段の1、2、3ってここ、筋が残ってると思います。その一番最初の筋ですね。これは前々段は鎖編みをしたところです。はい。鎖編みをしたところに筋。これを拾って長編みを編みつけます。はい。で、次真ん中のところ、普通の細編みの上ですから、ここはね、普通に細編みをします。筋編みですよ。筋編みで細編みをします。そしたら、ここ、真ん中は、ね、真ん中、次の3つ目、ここですね。ここにまた長編みを引っ掛けて編みます。はい。はい。で、角っこ、ここ忘れないように細編み最後に1つ入れます。細編み最後1つ入れたら、角。はい、同じことやりますよ。細編みを1つ、長編みを1つ、1、2、3って筋並んでるところの最初のところですね。を拾います。で、長編みをして、で、次、細編み。はい。次、長編み。はい。で、最後に細編みを1つ入れて、角。はい。じゃあ、こんな感じで3段目を編んでいきます。はい。1、2番目。3番目。はい。で、最後編んで、角。はい。最初の細編み。長編み。おっと、引っかからん。ここですわ、これ。よいしょ。あ、これ、はい。で、はい。で、もう一つ細編み。はい。細編みまで入れました。ね。最後のところ、長編みを入れて、細編みを一つ入れました。そしたら最後、ここですね。ここの部分。立ち上がりの部分なんですけど、立ち上がりの部分にこの段では、長編みを入れます。ここで。本来はっていうか、細編みだと、ここにね、またさっきのように入れて細編みを編むんですが、ここは長編みです。どうするのかっていうと、上からかぶせるように長編みをします。それだけです。はい、上からかぶせるように長編みをします。そうすると、あら不思議、立ち上がりが全然見えなくなります。全然不思議じゃないんですけど、まあ、こんな感じになります。つまり、これ立ち上がったところに長編みが入る可能性があるんですね。立ち上がったところは、長編みをそのまま最初に入れるっていうのは、基本やらないですね。ないですよね、そういうのってね。私今まで、どうすんだろうと思って、そういう場合はどうすんだろうと思って、そういうシーンってでもないようになってるわけです、編み方で。基本的には。だけど、モザイク編みの場合は可能性があるので、なので最初は立ち上がっただけで進んでいく。そこが細編みの場所だったら最後に細編みを入れればいい。長編みの場合は、かぶせるように長編みをすればいい。そしたら綺麗になるわけですよ。ね。最初からここに立ち上がったところに長編みを入れようなんて思ったら、超めんどくさいですね。超めんどくさいっていうか、綺麗にはできませんね。はい。私も試したことありますけど、綺麗にはできません。なので最後にやると。で、そしたら、こうパカパカしてます。パカパカ。ね、でもパカパカを止めるためには、隣の頭、この段で編んだ最初のまともな細編みですね。その頭にブサッと刺します。はい。で、ブサッと刺したら、本来だったら続けてあるんで、糸持ってきてくださいね。本来であれば、じゃあちょっとここだけやろうか。ね。ちょっとやっときますよ。ね。ここです。最後。あと1回引いたら、長編み終了のところ。ここで、
つながってる場合ですよ。つながってる場合は前段の糸をこうやって持ち上げます。ここで引っ掛けてあげる。で、最後に引くと。これでちゃんと引っ張り上げることになりますからね。はい。じゃないと裏が綺麗にならないんですよ。ね。これ、裏、こうです。パッと見、ここなんですけど、あんまりよーく、ね、パッと見、あんまりわかんないじゃないですか。で、こうやってやっとくと、こうやってあんまり目立たないで上がってくんですね。これやらないと筋がピー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 ってつくんで、あんまり美しくない。はい。なので、それを避けるために、こうやって持ち上げてあげます。そうすると裏が綺麗になります。はい。で、そしたら隣に目じゃない、針を入れて、隣の目に入れて、で、本来はこれを持ってくるわけですけど、私の場合はなくなっちゃったんで、はい、足しますね。はい、足します。はい、引き抜いて止める。はい。これ止めるときにも引っ掛けちゃうんだけどね、私ね。これね、これだわ。はい。で、止める。はい。で、止めたら、同じことです。まず、立ち上がりましたね、これでね。立ち上がったら、とりあえず放置ですね、この目はね。で、隣の目に、さらに隣の目。はい。前段、鎖編みのとこですね。に入れて、はい。細編みを一つします。で、そしたら角。はい。これ4段目。はい。じゃあ4段目をどうしていくのかっていうことなんですけど、4段目の場合もさっきとちょっと同じ感じになります。一つここに細編みを入れます。そしたらすぐ次、長編みになるんですけど、さあ、囲われてますね。長編み、どこじゃいっていう話なんですけど、同じです。前々段の一番端っこの目、つまり前々段で鎖編みを編んだところの残ってる半目ですね。ここに引っ掛けて長編みをします。最初はね、どれって思うかもしれないんですけど、慣れたら大丈夫です。わかります。筋がちゃんとあるんで、こう、ミューって広げてみたら、後でやりますけど、こっち側でね。ね、わかりますよ。はい、次は細編みですね。細編み。はい。で、次、ここも長編みになります。真ん中空いてるところ。ここはちゃんと筋。わかりますね。はい。これ、引っ掛けて、長編みを編みます。これ、連れてく糸をね、ちょっと動画やりながらやると、ちょっと見づらいかもしれんけど、ちょっとさせんね。はい。で、ここ、細編みね。隣、細編み。はい。じゃあ、ここです。どこよだって分かりづらいじゃないって言った時に、むぎゅって開いたら見えます。はい。ここです。最後の鎖編みの筋、こっちです。これですね。こいつです。ぐいっと引っ張った時に、こいつです。はい。で、こいつがこっち側。こいつね。こいつはこっち側で拾うとこです。はい。なので、間違って拾わないようにしないとね。はい。で、ここです。こいつを拾いますね。はい。拾って、長編み。で、最後に細編みを入れて、角。はい。一つ細編みをして、はい。ほら。ね。ここじゃん。ここや。これ拾って、はい。角っこ。ここ拾いつつ、長編みを入れて、細編み。で、また長編み。細編みでまた角っこグイッとこいつです。これです。これ、はいね、グッと広げたらこれです。横に走ってるやつですね。こいつです。こいつを拾って長編み。はい。で最後に細編みを一つ編んで角。はい。4段目はこんな感じでございます。はい。じゃあ4段目編んでいきます。はい。細編み長編み細編み長編み細編み。はい。おっとっと、引っ掛けだ。はい。細編みまで編んできました。はい。で、ここでどうするか。はい。また長編みです。前段と一緒です。立ち上がったところに長編みを入れます。なので、ここは無視して、これですね。ここに引っ掛けて長編み。で、次の糸を、交差っていうか、引っ掛けてね。今編んでた糸を下から向こう側に持っていくように、次編む糸を上からかけるようにして持ち上げてあげますね。はい。で、これで4段目終了です。はい。4段目終了した感じでこんなになってますね。はい。じゃあ次、5段目。はい。糸持ち替えて5段目。また隣の目に針を入れます。隣の目に針を入れて、引き出して止める。これで立ち上がってますね。はい。
で、そしたら、はい。で、そしたら、ここの目は放置してすぐお隣に行きます。はい。すぐお隣に針を入れて、細編みをして角角。はい。立ち上がって隣に行って角角っていうのは、隣に行って細編みをして角角は毎段同じようにします。はい。毎段同じでございます。はい。迷うことないです。だからそれが数がおかしかったらずれてるっていう話になるんでね。はい。じゃあ、この段5段目はどう編んでいくのかっていうと、1つ入れます。細編み、1つじゃない、3つですな。1、2、3と細編みを入れます。はい。3つ細編みをしてきました。そしたら、前々段のここね、同じ糸が長編みしてるところ、ここに長編みの筋にまた長編みを入れます。はい。次、真ん中、細編み。次、また長編み。はい。この段はこんな感じ。前々段、同じ糸が長編みしていったところに続けるようにして長編みを入れるだけです。はい。3つ細編みをして角、角。はい。そんな感じなので、そんな難しいことございませんよ。はい。こういう感じになるだけですから、ここつなげるだけです。はい。3つ細編みをして長編みをしてっていう感じでね。はい。角っこは3つずつ細編みをしていきます。じゃあこんな感じでね。5段目。はい。5段目をこんな感じで編んでいきます。長編み、細編み3つ。はい。はい。ここで長編みね、2つ目の長編みをしました。2つ、長編みを編んだところで止めてるんですけど、最後もう一つ細編みができるので、細編みをします。はい。で、ここですね。はい。ここはさっきと違って、さっきまではここに最後立ち上がったところに長編みを下ろしてましたけど、ここは細編みを入れるところなので、一番最初にやったやつと一緒です。ここの目が出てる根元ですね。ここに針を入れて、どこに刺すの次っつったら、チュッと上げると、ピュッと上げると、ここありますね。出てきてるところ。もうちょっと大きな穴がこの後ろに開いてるんで、ここにブスッと刺します。で、こいつを引き上げつつ、次の糸を引き上げつつ、細編みを一つ最後に編みます。そしたらギュッと引っ張ります。はい。5段目はこんな感じです。はい。こういう感じになります。ね。この形はね、私は実はね、ここまでの形はあんまり好きじゃないんですよ。あんまり綺麗じゃないっていうか。はい。で、隣にブスッと刺しますね。はい、6段目。はい、6段目。なんかさ、ちょっとね、なんか、あんま綺麗な感じしないんだよね、この柄が。はい。で、止めますね。はい。止めたら、ここの、目は放置して、隣に一つ細編みをして、角、ほら、ずっと一緒なんですよ。ね、同じなんですよ。熱い。あちちタイムが来たんでね。すいません。はい。はい。あちちタイムでございますよ。まあ、それはどうでもいいとして。はい。じゃあ、6段目がどうなるかをやっていきます。6段目、1つ細編みを編みます。そしたら、次、長編み1つ入れます。どこだってさっきと同じですね。1、2、3って並んでるところの一番最初の筋ですね。一番端っこです。ここに1つ長編みを入れます。はい。で、そしたら3つ。1、2、3。3つ細編み。はい。3つ細編みをします。で、そしたら長編みを1つ編みます。はい。また3つ細編み。で、前々段の最後の1、2、3の3番目の筋のところに長編みを編みます。はい。で、最後の目に細編みをして角。はい。こういう感じになります。はい。もう一度。はい。1個、細編みをします。1個、長編みをします。はい。で、そしたら、3つ細編み、1、2、3。はい。はい。で、真ん中、長編み。で、1、2、3と細編みをしたら、最後に長編み。はい。で、角っこ細編みして、1、2と。はい。こんな感じです。じゃあ、こんな感じで、6段目。はい。6段目を編んでいこうと思います。で、長編み。で、
で、1、2、3で長編み。1、2、3コマ編みで長編み。最後のコマ編み、角。はい。最後のところ、3つ細編みをしてきました。はい。で、ここも一緒ですね。ここも長編みを最後にするところなので、1、2、3と横に走ってるんで、角っこのところに長編みを入れます。はい。入れたら、引っ掛けつつ最後の一抜きをしますね。はい。で、これで最後の目が編めました。次、お隣またブスッと刺して、何段目さ。7段目。はい。7段目いきます。ブスッと刺して止めて、これで立ち上がり。はい。で、この目はほっといて、隣の目に刺して細編みをして、角。はい。で、次です。次どうするか。はい。3つ細編みします。1、2、3と3つ細編みをしたら長編み。はい。で、5つ細編み。2、3、4、5。で、長編み。はい。で、3つ細編み。こんな感じです。形になってきましたね。角。はい。形になってまいりました。なんとなくクロスの感じが出てまいりました。はい。こんな感じでもう一度いきますよ。1つ細編み。ここですな。ここ最後気をつけないと2目一緒にねこう編んじゃうことがあるんで、鎖編みのところ気をつけないと。はい。角で、そしたらこっちはもう一回やるけど、1、2、3と細編みを編んだら長編みで、5つ細編み。2、3、4、5で、1つ長編み。はい。で、3つ、3つ細編み。1、2、3、1、2。はい。こんな感じで7段目を編んでいきます。はい。はい。最後の長編みをしたところです。そしたら次は細編みですね。普通にね。で、最後、ここ、立ち上がったところ。ここは細編みをするところなので、目の根元に針を入れて、引き上げつつ、次の糸を引き上げつつ、細編みを最後に入れてギュッと締めます。はい。はい。これで7段目が編み上がりました。ね、ちょっとずつ形になってきましたが、なんとなくガチャガチャしてる感じがしますね。はい。じゃあ次、8段目。隣に針を入れて、引き抜いて、立ち上がると。で、そうしたら、さらに、お隣に針を入れて、細編み。角。はい。で、次、どうするのかって言ったら、次がですね、長編み。入るんですよ。ここね、3連チャンでね。とりあえず1つ細編みをします。そしたらここから3連チャン長編みです。はい。角っこ一番最初。ね、これ3つ長編みです。1、2、3ってあるところね。これね、間違えないように一番端っこを拾って長編みをします。3つ長編み。はい。3つ長編み。はい。で、そしたら3つ細編み。1、2、3。で、そしたら1つ長編み。真ん中に1つ長編みをします。はい。で、また3つ細編みをして、3つ長編みをします。はい。長編み連チャンの時は真ん中あたりの、長編みが大きく膨れないように心持ち気をつけて、少し真ん中はね大きくならないようにしないといけないので、3つぐらいだったらでもまあ大丈夫です。はい。角っこ2つ編んだら、はい、同じことやりますよ。1つ細編み、3つ長編み、はい、3つ長編み、はい。で、3つ細編み、1つ
長編み、3つ細編みで長編みを3つ、で角っこ1つ細編みをして角。はい、この段はこんな感じになります。長編み3つ編むときに真ん中の長編みがこうぴょんと飛び出るようにならないようにね、飛び出ないように調整しながらうまいことやってくださいね。同じように編めば大丈夫だと思います。3つだったらね。でもそれ以上になるともっと気をつけなきゃいけないことがありますんで、その後にね出てきますね、それはね。はい、じゃあこれでこの何段目何段目なの？ 8 段目かな、もう。8、嘘。8段目ですね。早いな。8。はい。じゃあこの段を編んでいきたいと思います。はい。ここまで来ました。はい。最後のとこですね。一つだけ今長編みしてます。全部で3つ入れてあげなければいけません。ですが、ここで注意点でございます。2つの長編み、2つ目の長編みするところですね。ここ、前段立ち上がりの場所なんですね。で、これが前段ね、この段じゃなくて、前段立ち上がりの場所。で、前々段がこう移動してきた場所で、ここね、実は、ここに、プッとあるんですよ、これが。こいつを引っ掛けると、ここに穴が開いて、おかしいことになるんですね、見た目が。試しにこれをね、引っ掛けるとどうなるかっていうと、こうやって大きく隙間が空いてしまうんですね。で、隣に入れたとしても、ここが、こう、ちょっと目立っちゃうんです、ここの穴が。なので、これが目立たないようにするために、本来の筋に行きます。ここは、本来の筋ではございません。本来の筋は実はもう一つ下にございます。前々段同じ糸が、ここ最後、細編みしてるところなんですね、一番最初に。そこに針を入れなきゃいけないので、ここですね。こいつです。こいつを拾ってあげます。こっちが本来の筋です。こっちは後からできたやつなので、こっちじゃなくて、こっちの筋を拾います。はい。で、そうすると穴開きません。ね。さっきよりは開かない。はい。で、次、ここ、さっき立ち上がったところね。立ち上がったところをかぶせるようにもう一度、長編みを入れます。で、次の糸引っ掛けて止める。はい。そうすると、さっきと違って、ここちょっとまだ引っ張られてからないといいけど、進むうちに大丈夫になってくるんでね、大体なんとなく。もうちょっと緩めに編んでもいいけど。ここが塞がるんです。穴が。パカーンと開かなくなるんで。はい。こんな感じです。で、次。隣の目に針を入れて、次の糸を拾って止める。はい。ちょっと引っ張りつつ、ギュギュッとね、ちょっと開くようだったらこうやってごまかす、引っ張って。まあ大体後でちょっと調整すれば大丈夫です。引っ張ったりなんかすればね、こうやってグッグッと。あんまり引っ張りすぎない方がいいんですけど、はい。で、はい。そしたら、立ち上がったら、隣の目に入れて、細編み1つ。はい。じゃあ9段目どうやって編んでいくかってことなんですけど、9段目はずっと細編みをしていきます。ひたすら細編みをしていきます。どこまでかな？ 7 個かな？ 7 個細編みしますね。はい。7つ細編みをしたら、ここで下ろしますね。ここで長編み。はい。で、1つ細編みをして、で、また長編み。はい。はい。で、また7個細編みをしていきます。1、2、3、4、5、6。はい、7。で、角。はい。今回はこんな感じです。おお、ようやくクロスっぽくなってまいりました。はい。そんなに難しいことはございません。はい。7つ細編みをします。1、2、3、4、5、6、7。で、長編み。1つ細編み。
1つ長編みで7つ細編み、2、3、4、5、6、7、1、2。はい。9段目はこんな感じでやってきますね。らしくなってきましたね。はい。らしくなってきました。はい。じゃあこれで進めていきます。はい。細編みをここ最後のとこ5つ編んできましたね。で、次、ここ最後のとこ、ここ立ち上がったとこですね。ここは細編みの場所なので、目のところに針を入れてクッと上げて、あ、ここっすねっつってぐさっといって持ち上げながら細編みです。はい。ギュッと締めます。はい。これで、はい。9段目。こんな感じになります。はい。次、10段目。さあ、10段目がちょっとあれですよ。コツがいりますよっていう話で、隣ぶっ刺しますね。で、息引き取って違うね。糸を引き抜いて、はい。で、それで立ち上がって、はい。で、そしたら隣の目にぐさっと刺して細編みしてカード。はい。いつも通りでございます。はい。じゃあ、次です。ここ、どうすんのかっていうとですね、コツがございます。はい。まず1つ細編みをします。そしたら、7つ長編みをします。何コツって話なんですけど、一番最初のここ間違いないね。これ一番端っこ。こう普通に長編み編みます。はい。コツです。ちょいきつめ気持ちなんとなくちょいきつめ長編み。真ん中ね、7つ編む真ん中あたりはほんのりきつめな感じ。長編みをきつめな感じ。ちょいきつめ。はい。少しでもこの辺になったら緩ましていいかな。はい。で、7つ目。7つ目はまあ普通に編めばいいかな。はい。ということで、連続で長編みを編むときは、長編みのこの真ん中あたりを少しきつめに編みます。少し気持ちね、きつめに編む。そうすると、普通に編むと長編み、ボヨーンとなるんですね。ボヨーンとなるんです。経験ある方あるかと思うんですけど、モザイク編みをやっててね、これ長編み連チャンで編むとね、まあ、何も考えにないで編むと、基本的にはボヨーンってなります。はい。それを抑えるために真ん中気持ちきつめに編みます。端っこは普通でいいです。真ん中あたりを少しきつめ。はい。そんな感じでございます。それがコツでございます。はい。ここ3つ細編み入れますね。ピュッピュッピュッと3つ細編みで。はい。また7つ長編みを入れます。普通に長編み。はい。気持ち普通に長編み。はい。気持ち。普通、ちょっときつめかな。まあでもそうでもないかな。まあここら辺は、ちょっときつめだね。はい。ここは、きつめ。外れちゃった。きつめにしようと思ったら外れちゃいました。はい。ここは、もうきつめ。はい、きつめ。はい、次。ちょっと緩ましていいかしらね。少し緩んでもいいかな。はい。で、ここ。はい。まあ、だいぶ緩んできた感じ。でも、いつもよりはちょいきつい感じ。で、最後は、はい。普通通りっちゅう話です。はい。ね。パッと見た目そんなに差はわかんないと思います。でもほんのりね、これをやることで、まあ、すぐにだいたい編めるんです。最後、細編み編むでしょ ?1、2と、はい、角っこ編みますね。これ置いた時に、ね。これ置いた時に、これでも少しなんとなく、なんとなくあるじゃないですか。でもこの程度はもういいです。最後こうやって、細編みで編んでっちゃうんで、このぐらいだったら全然問題ないんです。これはね、普通に編むとね、こういう感じになるんですよ。ね、こういう感じになるの言ったら極端にやると。こうなっちゃうんですよ。こうなっちゃう。これを防ぐために、ちょっと真ん中きつめに絞り目で編む。そうね、絞り目で編んで、端っこはむしろ気持ちゆったりめの方がいいぐらいな感じ。ただ、あんまり、モチーフ自体、この、なんていうの、スクエアのね、このモチーフを、大きくしたくないんで、私的には。ちょっとサイズの都合上なんですけどね。はい。なので、まあ、ちょいきつめに、本当にきつめにやってるんですけど、普通にっつったって、いくらかきつめにやってるんですけどね、実はね。まあ、でもこんな感じで、
真ん中あたりが飛び出ないように少しもう他のやつ脇のやつよりも少しきつめに真ん中を編みます。でそのきつめっていうのは要はなんだ長編みの高さをそうするってことですね、言ったらね。長編みの高さを両脇はちょい高め、真ん中はちょっと小さめにする気持ちで編むってことです。はい。そんな感じで、じゃあこの段を編んでいきたいと思います。ね、最初に細編みを端っこ1つしたら、長編み7つ、細編み3つ、長編み7つで、あと端っこっていう話ですね。はい。最後に細編みを入れて、端に、角に、鎖編み2つ。はい。それを必ずね、あれですね、忘れないようにしないとね。最後の細編みをとにかく忘れないようにしないといけませんね。最後、ラス1のここですね。この細編みですね。これ忘れないように。で、カード。はい。じゃあ、こんな感じで10段目を編んでいこうと思います。もう10段目ですね。次の段が最後でございます。はい。はい。最後のところ、とりあえず1、2、3、4、5と長編みを編んできました。さっきと同じになります。ここもね、ピュッとね、6番目の長編み。ここピュッと上がってますね。ここじゃなくて、本来の筋、こちらです。これでございます、本来の筋は。こっちを拾います。はい。6番目こうなってるんでね、6番目気をつけて。で、6番目拾って。で、7番目はここの立ち上がりの部分なので、ここを隠すように一番端のこの筋に長編みを編みます。で、次こいつを引っ掛けといて、はい、上げますね。こうやってね。はい。ここまで編んでまいりました。これが、10段目でございます。はい。ちょっといびつな感じがしますが、ぐっとちょっと調節しながら。はい。で、これで、この白は最後です。もう使いません。なので、ちょん切ります。はい。引っ張り出して。で、引っ張り出すのなんでって思うじゃないですか。これは、最後の、細編みの筋が綺麗に出るように立ち上がりをなくすために閉じてしまいます。その方が綺麗です、見た目が。はい。なので、こいつを鎖目の閉じ目で閉じるんですけど、この最後のここに残っている細編みの上に頭を作ってあげるので、その隣の鎖のところに針を入れます。はい。で、通して、はい。で、糸が出てるところに戻って、ね、こう2本拾ってくださいね。ここ最後刺す時ね、2本刺して、で、こっちに1回戻ります。必ず。そしたら目が安定します。はい。これやらないとなんとなく目が安定しません。はい。これで安定します。はい。で、そしたらあとはもう、なんつうの、こっちに流して、また糸を編みくるんでいけばいいので、あんまり糸処理をする必要はないですね。はい。で、これ糸持って最後ですね。最後。今作ってあげた頭ですね。最後の、前段の最後のこの細編みの頭、向こう半目を拾うように針を入れて、はい。引き抜いて立ち上がります。はい。で、同じようにお隣もう一つお隣に行って、細編みを一つ編んで、1、2と、はい。これ11段目。最後の段になりますね。はい。じゃあ、この段何していくのって何もすることございません。はい。ひたすら筋編みで細編みを入れていくだけの段でございます。はい。こんな感じで。はい。さっきの糸もくるめながら。なので、特に説明することもございませんっていう話なので、ひたすら細編みを最後の段はしていきます。はい。じゃあたたたっといってしまいますよ、最後の段ね。はい。じゃあこのまま編んでいこうと思います。はい、最後まで編んできました。じゃあ最後の目、ここ立ち上がったところですね。ここは最後に細編みをするところなので、ぐさっと根元に刺して、
細編みを編み入れます。で、これで終了ですね。はい、こんな感じになりました。じゃあ、最後編んだら直近します。で、抜いて、前段と同じことをします。最後のこの細編みのところの頭に目を作るように鎖目で閉じます。はい。なので隣に針を入れて糸を通して、どっちでもいいんですよ。糸を通してから針を通すんでもどっちでもいいです。私は先に針を通してしまいます。どっちでもいいんですけど。はい。同じところに戻して、はい。これ2本拾ってください。2本拾って、こっち戻します。これを戻しただけだと目が安定しないので、一旦こっちに戻します。なぜ安定しないかって、これね、ここに1本足りないんですよ、実はね。薄いんですわ。ね。だからこれ戻してあげるですよ。そうするとね、安定するんですよ。で、力がこっち側にかかることでね、この、この鎖目が綺麗な目になるんですよ。これをこっちに流したままだとね、この糸ね、こっち流したままだとなんとなくこれがね、綺麗なね、ここね、これがね、綺麗な鎖目にならない。知ってるよって人もいっぱいいると思いますけど、はい。はい。ほいだらあとはもう好きに糸処理してもらえれば、どっちに行こうが、こっちに行こうが、こっちに行こうが、あっちに行こうがね、もうどこでもいいですよ。はい。綺麗にね、抑えられるとこだったら、止められるとこだったらどうでもいいと思いますけど、なるべく目立たないようにっていうことで、私はもう常にいつもここでございます。はい。ここが一番目立たないっていうことでね、はい。どうせくっつけるんですけどね、モチーフなんでどうせ見えないんですけど、でも一応気を使ってあげる。はい。単品で扱うことも考えてのことでございますよ。はい。これで入りました。はい。まだね、ちょっとあれなんですけど、糸全部ね、これ、今回は糸全部、処理してあるんで、ひたすら切るだけで大丈夫ですね。はい。ね、糸切るときは少しちょっと引っ張って、若干ね、引っ張り気味にして、私は、切ります。はい。さあ、これでできた。できました。さあ、どんな感じかっていうのを見比べてみようと思うんですけど、はい、キュキュッとやってね、キュキュッと。はい。ちょっと、動画内で見栄えがいいようになるように、ちょっと角っこ引っ張ります。いつもはね、これをね、私はね、ボードに、こう、あるでしょ。これだ。これ。これ、チラッとこれ今ちょっと使ってて物があるんでね、このボード、100均で、ダイソーで買ったボードに、こう乗っけて、こう引っ張ってるんですけど、いつもね、これやると、あれですよ、アイロンかけなくても割と綺麗にピシッとなるっていうやつですから便利でございます。はい。じゃあね、前回編んだやつと比べてみます。大きさ全然違うと思います。ほら、違うしよ。こんだけ違うんですよ。で、なんでこんな違うかっていうと、私はね、11センチに収めたいんです。はい。なので今回はちょっとキュッキュ編んでみましたけれども、2枚目ちっちゃめなんですよ。11センチ。はい。ぴったり11センチ。このぐらいがいいんです、本当は。で、これをね、最初にお試し編みでした時あんまり考えないでダランダラン編んでたので、こいつ11センチ以上あるんですね。5ミリぐらい違うんです。なので、こいつは後で編み直します。はい。前回のやつも前々回のやつも編み直しました。はい。結局最後編み直してるんで、こいつもね、後で編み直すんですけど、普通にね、編んだらこれ、あれですか、30分ぐらいで編めますから、ね、これ編み直すんですけど、できれば私はこの毛糸ではですね、11センチですよ、やっぱりね。これ11センチ。ね。11センチ以内に収めたい。ね。都合ですよ。私の都合でございます。でも、別にあれですよ。使う糸によって違いますから。ね。それは別に、使う糸で、あとはサイズで、ね。お決めになられたらいいと思います。でも、45センチの、私はクッションカバーを編む予定なんです。45センチクッション用のカバーをね、編む予定なんですけど、そうするとですね、これ一つが11センチ以上あると困っちゃうわけです。はい。せめて11センチ以内に収まってもらわないと、私は45センチの幅のクッションを45センチ幅の、クッションカバーに入れると、なんとなくこう余り感があって嫌だなっていうのがあるので、45センチよりもちょい小さめにしたいんです、カバーをね。だからでございます。こうやってちょっと飛び出るとね、45センチ以上いっちゃうわけですよ。4枚並ぶんで。はい。そんな感じです。はい。余計なことではないとは思いますけど、はい。なので、こんだけ差があっても、後でやり直しますよっていうことで、こっちお試しで編んだやつですから、はい。なんか言い訳してるみたいに聞こえるね。言い訳したみたいに聞こえるけど、言い訳です。はい。じゃあ、比べていきましょう。はい。
どれだっけ、あ、これだ。はい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 。はい、じゃあね、今編んだやつとこちら比べてみたいと思いますよ。はい。平編みで編んだやつ、平編みっつったって袋だけど、まあ言ったら平編みですわね。平編みのモザイク編みでやった場合はこうなりました。これを、なんだ、スクエアで、じゃあこれを、この形を編んでみよう。ちゅうとこうなるっちゅうわけですね。はい。まあ最初に見ましたけど、はい。まあ、そうだね。結構違うよね。この点々がここにあるだけで、ほんと違うよね。まあ真ん中もあれだけど。でも今回ほら、短い糸最初に使って、真ん中だけは緑ってこれはこれでまた面白いかもね、なんかね。面白いかも。面白いかもね。はい。ちょっと真ん中ちょっとよく引っ張っといてね。こうやってね。はい。はい。こんな感じでできましたよということでございます。無事にできました。はい。じゃあ次はね、これでございます。これもまた雰囲気変わりそうですな。まあまあでもこれやっていきますよ。次にね。はい。今日5日目。5日目ってことはこれで10枚編んだことになるかな。ね。皆さんこれ順当に1日2枚じゃない、1日2枚編んでたらね、10枚編むことになると思うんですけど、早いですね。はい、早いですね。いや、早いかどうか分かりませんよ。何日おきに動画を出すかちょっと分からないんでね、私はね。なので、今日の日付はね、一応日付だけ言ってきます。今日はね、9月の、何日 ?13 日だった気がするよ。13日じゃないかな。もう日付が分かんないよ、私。ね。多分今日13日なんだよ。ちょっと待ってね。パソコン開かないと分かんないってどういうことよ。はい。13日です。今日は13日です。撮ってんのね。いつ出るか分かりませんが。ですね。まあこんな感じで、5日目、無事終了しました。ね。ずっと続いていきますよ。ね。私続けられるんだろうか。いや、続けます。だってこの後バカンスだから。はい。バカンスのためにやってるようなもんです。言ったら、バカンスの間もちゃんとコンスタントに出せるように、ちょっとずつ準備してるっていう話でございますよ。はい。まあ、いかがでしたでしょうか。今日のね。これね。これででもね、可愛いと思うんですけど、急に話変わりますけどね。これはこれで可愛いと思うので、まあね、皆さん、私のやってる目的っていうのはね、この、スクエアっていうか、この、なんて言ったらいいの、モチーフをね、こう何種類も編んで、ね、それをガスーンと全部縫い合わせて、大きいものを作ってもいいよ。ね、好きなものを取り出して、いや、このモチーフがいいわ、つったら、そいつをこう、利用して、なんか作ってみてもいいよっていう話でやってるんで、まあ、お好きなようにご利用くださいねってことを今日もまた言っておこうと思います。というわけで今日もね、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次回すぐに次の動画でお会いしましょうということで、本日はここまで。では、さよなら。いやさ、話したいこといっぱいあんのよ。ね。話したいこといっぱいあるの。今日は、まあ、リクエストもあったことだし、せっかくなんで、自民党総裁選のこと話そうかな、後でねって思ったんで、ここからおまけにしますよ。はい。じゃあ、おまけっちゅうことにします。はい、おまけはい。というわけで、ここからおまけを喋っていきたいと思います。あんま長くならないようにね。まあ、おしゃべり動画とかね、なんだろうな。おしゃべり動画っていうか、おしゃべりするだけの動画だったりとか、あとはライブとかね、そういうので、まあ、詳しいこと喋っていこうと思うんですけど、皆さん聞きました？自民党総裁選に出馬した、まあ、自民党総裁選本格的に始まったわけですけれども、工事が終わってね。で、それで始まったわけなんですけれども、聞きました？私は全員の聞いてません、はっきり言って。そんな時間もないし、くだらん人もおる。最初からそれ言っちゃ悪いんだけど、まあでもでもね、最初から最後まで全部聞いたのは、まあもちろん高市さんだけでなんですけど、あとはもうつまみ食いですね。で、どんなこと喋ってんのかな、つって、あとはなんかニュースだったりとか、他の人の動画とか、あとはもうほんとつまみ食いって感じだったんだけど、いやもうね、どこをどう見ても誰をどう見ても誰が何を言ったのかをこう、なんていうの、読んでもね、やっぱりね、まともにその日本をどっちの方向に持っていこうとか、どういう日本であるべきだとかっていう、そういうなんていうのかな、国のことを考えてっていうのかな、その国家観とか、いわゆる国家観って言われるやつですけど、そういうのを語ったのはやっぱり高市さんしかいませんでしたね。あとはもうみんなカクロみたいな変な、進次郎なんかダメじゃん。だってじゃあね、言いますよね。岸田さんがボーダーとしますね。今の首相の岸田さんも影薄くなったね。まあいいや。岸田さんがボーダーとして、じゃあ岸田さんが辞めるわけだから、じゃあ
次誰がなるのって。でこれなったら岸田さんよりいいの悪いのって話ですよね。でボーダーを岸田さんとすると岸田さん以下これ9人は全然名前言ってもいいけどほとんどが以下ですよ言ったら岸田さんよりも上なのははっきり上だって言えるのは高市さんと加藤さんですね。で小林鷹之は同等ちょい上ってあんまり言いたくないんだけど同等よりちょい上ぐらいですよ言ったら多分ね。以下とは言わないでおいてあげるぐらいな感じ。同等私的には同じかなと思ってるの。で加藤さんと高市さんは全然岸田がやってることよりはいいです。まともです全然。でも私は 100%OK って言ってるわけじゃないですかね。いつも言うけど相対的に見てですよ。高市さんだってここは私とは違うじゃないけれどもそのやってること本当にそれでいいんですかみたいなところはあるわけですよ。いろいろ細かいこと言えばいろいろありますよ。党のね拘束がね党議拘束かかったりするから閣僚にいる時にはね高市さんは大手振って反対とか言えない。高市さんの気持ちは分かるんです。本当は反対でも閣僚として内閣の中にいる間は閣議決定したものをひっくり返すことできないわけですよね閣僚さんは。でそれがあるんで辛いところは分かります。分かります。だけどそれでいいんだろうかっていうそのシステム自体に問題があると私は思ってるんでね。それは置いといてただ岸田さんよりもその人がなったら今より良くなるか悪くなるかのそのボーダーとしてですよ。高市さんと加藤さんになったら悪くは絶対にならないと思います。ただ加藤さんはちょっとインパクトが弱いところがあるんででもあの人はね昔から本当に生真面目っていう風に見られてたけど実は面白い人らしいですよ。実は面白い人なんだけど政治家になってから、ちょっと堅物じゃないけどちょっと真面目臭いイメージになっちゃったらしいんだよね。あの人もほら財務省出身だからね。それはいいんだけど財務省出身だけれども確か財務省だよね。そうだね。だけど、面白い人らしいんですよ本当はね。でもって、どっちかって言ったら財政出動派なので高市さんと一緒ですよね。プライマリーバランスうんぬんかんぬんの人じゃないわけです。小林鷹之はちょっとそれなわけですよ結局ね。財政出動じゃなくて切り詰めるタイプの方どっちかって言ったら。本人はそうは言ってないけど今一生懸命言ってないんだけどでもあの人はもともとそっち側だったわけです。だからそれが大きくじゃあ変わりますかって言ったら多分ね財政出動に関してはねかなり出すとしても渋いと思います。なので日本経済がガラッと良くなるほどには財政出動しないと思います。なのでそれを考えると全然そこよりもお金出しますよって言ってる出しますってみんなに配るって意味じゃないよ。そうじゃなくていろいろ例えばいろんなところに必要な分だけお金をね予算つけてで日本の経済を活性化しますよっていう方向に動くのは加藤さんと高市さんですね。政策見たら分かりますからみんな見てください。別に私の感想で言ってるんじゃなくてそれが彼らの政策だから言ってることのでそれ以外はもう全部以下です。岸田以下です。なので語る必要もない。おしまい今日のところはこれでおしまい。語る必要もないです。全部あとはダメ他の人がその3人以外になったら岸田よりももっと悪くなります。これ確実です。青山さん立てなかったよね。推薦人が15人しか集まんなくて20人に満たなかったんで今回立てれませんでしたけど、立つことできませんでしたけどで野田聖子も集まんなかったでしょ。野田聖子なんてなんで自民党にいるんだっていうから、極左の人なわけだからそれでいて自民党の総裁になろうっちゅう新規がわからんのだけどあの人もう何回も出ててさでも一回も慣れてないんだから諦めなさいよってそれはゲルにも言えることなんですけどとにかくねそれ以外の人はね今回はもうこれでバスッと終了って感じにしたいんですけどあんまり長くなっておまけだからね長くなってもしょうがない、今度またいろいろ喋ることあると思いますからね。ただちょっと待って総裁選ってでもさ今月末だから私がバカンス行った時にはもう決まってる行く頃にはもう決まってるって話になるんでそうなるとその前に一回ライブやりますかね。ライブでも何でもいいけどおしゃべり動画がライブやろうかなと思ってますけどそこで喋ろうと思ってますけどとにかくそれ以外の人は
岸田が辞めてなったとしてもそれ以下ですんで、はいはい。あ、進次郎ダメですよ。進次郎はあいつは親父は自民党をぶっ壊すって言ったけど、あの人自民党を終わらせるっつって出てきてるらしいけど、あの人のやろうとしてることは日本ぶっ壊すですからね。小泉進次郎が言ってるのは日本ぶっ壊すですから、あんなのありえませんから。はい。なのであんなのがなったらマジで日本やばいです。まあなったとしても私はね、多分ね1年どこか半年持たないと思います。尻尾巻いて逃げると思いますよ。多分あの人にはできない。はい。それだけの技量がないです、あの人は。はっきり言って。若いからっていうだけじゃないです。頭の中空っぽなんで、あの人の言ってることって自分の中でこなれてないんです。つまり自分が今まで注目してこれをどうしてもどうにかしなきゃっていう感じで興味を持ってやってきたことじゃないから、だから間違いが多いわけですよ、言ってることの。だってさ、自分が興味やってたことだったらさ、そんな知ってるはずでしょっていうようなことを間違って言ってるわけだから、いろんなことに関してね。なのでもう頭空っぽなんですよ。口だけ言わされてるだけです、あれも。なのであの人がなったところでもっと岸田より扱いやすいっていうことですよ、アメリカから。だってさ、エマニュエルとサーフィン何やってんのって話じゃないですかね。だからそれ以外の人がなったらもう今よりさらに悪くなりますっていうことでございます。はい。まあ言ったら私の感想ですけどね、これもね。はい。私の考えですけれども、公平に見てっていうか政策見て言ってるんですよ、私ね。誰が好き嫌いとかじゃなくて、政策見たらもう明らかなわけですよ。ね。明らかなの。今日本が何を必要なのか、今日本にとって何が一番必要なのか、何をしなきゃいけないのかっていうことが、要はだからその以下ね、語るあれもない価値もないっていう私が言ってる人たちは、それの優先順位が全然分かってない人たちっていうことです。この辺でやめとこう、あんまり力入っちゃってもしょうがないからね。あんまり力入れてもしょうがないから、こんな感じでここら辺にしとこうか今日は。はい。ということでございます。じゃあ、そんな感じでね、皆さん注目していきましょう。だってこれで総裁選勝った人が日本の首相になるわけですからね。だから変な人選べないわけですからね。もしこれ聞いてる人で自民党員の人いたら、よく考えていただいてね。はい。でそれで一票ね投じていただけたらなと思いますね。だってさね、どこどこ出身だから応援しなきゃいけないっておかしいじゃないですか。出身だから出身なんて関係ないじゃない。日本のために働くか働かないか、それだけじゃない。言ったらマジで、それだけなんですよ。はい、それだけです。他のいろんな顔がいいからとか人がいいからとかどうでもいいんですよ。人がいいってのはね、人が良ければそれでいい、その方がいいですよ。だけどどれだけ日本のために働こうという覚悟があるかっていう、そこを見なきゃいけないと思ってます。はい。じゃあね、長くなるのでここでやめてください。はい。